皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。梅雨が明け、広島もいよいよ暑い夏に突入です。庭の多肉にも遮光はしていますが、気温は34度もありました。時間は4時過ぎです。まだまだ暑いこの時間、多肉の様子が気になり外に出てきましたが、梅雨の間どうしても雨が当たり徒長してしまったハートディライトを雨の当たらない軒下に移動させてきました。その他にもいくつか徒長している多肉を見つけたので一緒に移動しました。そしてこのレッドベリーですが、下葉が少し落ちてしまっていますね。このままこの場所に置いておくと消えてなくなってしまう可能性もあるため、後で移動させたいと思います。そして隣で樹れているのはギロ×ヒューミリス。残念ながらこれは成長点までやられてしまっていました。すでに調子を崩している多肉がいくつかありましたが、この多肉植物たちの夏の管理方法の重要ポイントを4つご紹介していこうと思います。まずは風。今遮光カーテンが揺れていますが、ここは意外と風通しはいい方なんですよね。この風がないと多肉が蒸れて樹れる原因となってしまいます。そしてこの蒸れる原因の一番は水やりです。特にエケベリアなどの多肉植物は置き場所にもよりますが、1、2ヶ月水をあげなくても大丈夫な子がほとんどです。それでも葉がシワシワっとなり、水を欲しがっている多肉には気温が下がった夕方以降水やりするのをおすすめします。夕方以降の水やりでも次の日には土が乾いているぐらいの軽い水やりだけで大丈夫です。本当は水やりするならたっぷりあげたいところですが、ここで水をたっぷりあげてしまうと土が乾かずにその水分で多肉が蒸れる原因になってしまいます。ここで3番目の夏の多肉の管理のポイントに行く前に、このドドランタリスを植え替えしていこうと思います。ドドランタリスは真ん中の親株に花が咲いてしまったため、親株は枯れてしまったので、代わりに違う株を真ん中に植え、その周りに枯れてしまった親株の周りについていた小株のドドランタリスを植え付けていこうと思います。土は特に変えず軽くほぐした後、そこに新しいドドランタリスの苗を植え付けていきます。この時期のドドランタリスは葉をぎゅっと縮めて休眠しています。そのためポットから抜いて根鉢になっているドドランタリスの根はあえて崩さずにそのまま植え付けしました。そして今植え付けたドドランタリスの周りにこの親株が枯れてしまった周りのドドランタリスの小株を外し植え付けていきます。この親株はもう処分です。外したドドランタリスの小株ですが、茎の下の方についている枯れ葉は取り除きますが、葉の近くについている枯れ葉はそのままにしておきます。
いつもなら多肉に枯れ葉がついているとすぐに取ってしまうんですが、例外としてこのドドランタリスと子持ちレンゲだけは枯れ葉はつけたままにして育てています。その理由の一つとして、ドドランタリスの枯れ葉で暑い夏の暑さから葉の水分が蒸発するのを防いでくれる役割があると思っているからです。逆に冬に休眠する子持ちレンゲはその枯れ葉で寒さから株を守っていると思っているため、私はあえてドドランタリスと子持ちレンゲの枯れ葉は取らないようにしています。これはあくまでも私の考えなので、もし皆さんの中にこんな風にしたらもっとうまく育つよなんていうアドバイスがありましたら、ぜひコメントしていってくださいね。私も勉強になります。このドドランタリスは茎の下の方に根が生えていました。この根が傷つかないように優しく植え付けていきます。そうそう、ドドランタリスの水やりですが、夏は休眠中で葉をキュッと縮めているので水やりはいいかななんて思っていたら、夏の間に枯れてなくなっちゃうので、ドドランタリスも休眠中は水やりをします。これは他のアエオニウムでも同じです。最後の一つを植え付けて、ドドランタリスの植え替えはこれで完了です。ドドランタリスの他にもパープルディライトやプロリフェラ、そしてシルエット、そしてクスビダータ×ラウイ、これはすべて葉ざしから育てた苗になります。はい、後半は多肉の夏の管理のポイントその3から。3つ目のポイントは置き場所です。多肉は置き場所によって、多肉もそれぞれお日様が好きな多肉や、夏は光がちょっと苦手な多肉などいろいろあります。そのため多肉の様子をよく観察し、少しでもおかしいなって思う多肉があったら、もしかしたらその場所がその多肉に合っていないかもしれないので、少し場所を移動させて様子を見てあげましょう。ブルーバードやこのカンテはお日様が大好きです。日が一番よく当たる場所に移動させました。今年初めて咲いたカンテの花はピンクの可愛らしい花でした。このグリーンネックレスも日が強すぎるとこのつぶつぶの葉が枯れてしまうため、そろそろ場所を移動させたいと思っています。見つけてしまいました。エケベリアのマリアの葉が樹れています。多肉の樹れた葉を見つけたら、なるべく早く取り除いてあげるようにしてくださいね。そして多肉植物の夏の管理のポイント、最後の4つ目は日当たりです。これは多肉植物の置き場所にも関係してきますね。特に葉の色が濃い多肉は日当たりが良すぎると焦げてしまったり枯れてしまい、いつの間にか消えてなくなっていたなんていうことがよくあるんです。このカラスミセバヤも少し葉焼けしてしまっています。今回ご紹介した多肉の夏の管理4つのポイント、1は風、2は水やり、3は置き場所、
そして4は日当たりでした。多肉それぞれこの4つのバランスが一番いいところでよく育ってくれます。このバランスが崩れるとこんな風に枯れちゃうんですけどね。はい、ということで今日は多肉の夏の管理の4つのポイントとドドランタリスの植え替えをしていきました。いかがだったでしょうか。皆さんも多肉を枯らさないように上手に夏越ししてあげてくださいね。この動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。